こんにちは、高弘です。今日は視聴者さんの写真を添削する動画です。以前行ったフォトコンテストに応募してくださった写真の中で、これ欲しいなという写真を選出しました。第1回はみぞさんの写真です。みぞさんにはあらかじめ了承をいただいております。さて、この写真パッと見たとき、皆さんはどう思いますか？左上に太陽の工場がピカーンと入り、右下に子供が小さいスケートボードに乗っているという写真です。僕が最初に思ったのは、ちょっと子供が小さいかなと。画面の中の人物が占める割合が小さすぎてあまり目立たない。逆にこの工場はすごく目線を持っていく存在ですね。もう思い切って左上の工場を全部切ってもいいんじゃないかなと思いました。つまり右下の子供だけにする。その方が主題が明確になります。今上半分を隠した状態で見てもらってます。子供の輪郭にしっかり光が入っていて、背景と分離されていることがわかります。この光の入り方がとてもいいので、ここだけ見せても十分写真として成立しそうです。引くとこんな感じ。やっぱりこの工場が強すぎですよね。いや、工場ってかっこいいんで入れたくなるのはわかるんです。でもとりあえずここは一つに絞って右下だけトリミングしてみましょう。脳書きは後から先に実例を見せます。はい、こんな感じでぐーっとトリミングしていきます。まず考えたのは左下。左下は全部影で埋めたいです。ここに変な光が入るととても気になるので絶対に入れません。必然的にここまで切ることになりました。一旦 OK を押してみます。はい、どうでしょうか。ここの光は、これはそのままでいいでしょう。斜め上から光が降ってくるような効果が出ます。一方、右サイドのこの光、これはなくてもいいかな。この光は結構視線を持っていくので切りましょう。切ると縦長になりすぎるので上下どちらかを詰めます。まず下を切りましょう。これぐらいまで切れば、今度は少し左を広げるゆとりが出ます。上もう少し切ります。はい、ちょっとずつ微調整しながらこれぐらいまでやりました。主題が明確になったと思います。さらにコントラストを少し調整、黒を締めてハイライトを強調してみましょう。僕は Photoshop を使っているのでちょっとやり方は独特です。ここはみぞさんの自身のやり方でやってみてください。ちなみに僕の場合はブレンドモードを使います。オリジナル画像をコピーしてブレンドモードの上山を選択。不透明度を 34% ぐらいにしておきます。これで黒が少し締まりました。次はハイライト。オリジナル画像をコピーしてブレンドモードの覆い焼きカラーを選択。マスクを追加してマスク全体を黒に一旦元に戻しておきます。そこにブラシ白で明るくしたいところを塗っていきましょう。ちょっとやりすぎたので不透明度を下げて 50% ぐらいにしておきます。これで完成です。ビフォーアフター。ちょっとだけコントラストを足しておきました。小さく表示してパッと見た時の印象をチェック。いいですね。ダークな背景に浮かび上がる人物という絵がしっかり描けています。どうでしょうか。大胆に手直しさせてもらいましたが、これは素材が良かったからできることなんで、決して最初の写真が悪いということではないということは言っておきたいです。
今回の作業でやはり一番のポイントはトリミングです。トリミング前の状態がわかるように表示してみましょう。この画面で注目なのは左下のこの光のエリア。ここがだいぶいらないっていうことがトリミングしてみるとよくわかるかと思います。工場を切るのは僕の中で7対3くらい、切るのが7、一応切らないという理由も3ほど残っていました。でもこの左下のあまり意味のない光を切るのは10-0に近いです。今回やったようなトリミングは工場を切ると同時に左下の光のエリアも切っていて、つまり2つの意味でプラスになっているので結構やる方が正解かなという感じです。でもみぞさんがやっぱり最初の方がいいとおっしゃるのであればそれを尊重します。太陽をピカーンとさせるのは僕もよく撮ってました。これは2020年に銀座で撮った写真。工場をきれいに見せるために露出はかなりアンダーにしてます。そのせいで影に隠してしまった面積が大きくてちょっともったいないことをしているのがマイナスです。これはお手本として見せたいわけではなく、やっぱり難しいよねっていうことを言いたいんです。どうしてももろに逆光で太陽を撮るので、その光がしっかりシャープではなくてちょっともやってきます。安いレンズで撮ると逆に汚くなってしまうこともあります。あと構図ですね。太陽を入れて、そしてその光が当たっている通行人やビルを入れてってやると同時に余計なものも入ってくるケースが多いです。そういう時に考えてほしいのが太陽を外してみるということ。太陽という派手なハイライトを外してみて残りの弱い光で勝負する。そうすることで主題が明確になるケースが多いですし、トーンの上品さが出ることもあります。表現の幅として覚えておいて損はないと思います。もちろんたまには逆光をドーンと入れて撮るスタイルも全然ありです。その使い分けですね。今回の写真では太陽を外すという案を提案させてもらいました。このように太陽を外したり空の面積を減らすだけで印象が変わる写真はたくさんあります。皆さんも自分の写真をもう一回見直してみましょう。当チャンネルでは今回のように視聴者さんの写真を添削する回をやっていこうと思っています。年に1回とか2回とかそれぐらいの頻度で。もし添削を希望する方はインスタか X の DM もしくはメールで直接写真をお送りください。詳細は当チャンネルのコミュニティ欄とこの動画の概要欄に書いておきます。それではまた。